バンバンバビバビバビバババンババンバンバビバババンババンババンバンバビバビバビバババンババンババビバババはい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見られるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリとシーバを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息を止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが白茶のゆりさん、白黒のくーたくん、茶トラのまさるくん、画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃん、グレーのぐーちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ねえ、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをおすすめしております。はい。ね、今日はお皿空になってたんだけれども、シーバーだけだとあっという間に猫いなくなっちゃうからなと思って、結局カリカリも足してやったんで、今日はゆりたんの姿が楽しめてよかったよ。はい。ぴょんさん、そうめんオフ会行きたいな。ロト外れた。ロトが当たったらそうめんオフ会に行くつもりだったんか。そりゃ残念だったな。あちらで全部あずき島のそうめんは、食べておくから安心してくださいね。はい。というわけで、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のついままでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティス、ゆりたん、ジャスティス。今日も氷が入った冷たい水でございます。今日も眠いんだよね。ゆりたんね、さっきうんこ出たからな、すっきりしてお腹が空いたのかな。いつ
つもよりも増してまたさらにね、食欲がもりもりだぜっていう感じかな。まあ食べれないよりは食べてくれる方のがまあ安心なんでね、食べてくれていいですよ。はい。ピョンさん、ジャステイスイ。ピョンさん、キリンの秋味うまい。もう秋なのか。てんたまさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとーくやっておりますよ。お付き合いよろしくお願いいたします。てんたまさん、台風10号がだんだんと東京に方向を変えてきてますよ。そうなのね。じゃあ、もう週末に行けるかどうかみたいな感じになってきてるかな。ね、何の話しようとしたんだったっけな。そうそう、セミの鳴き声な。なんか今年セミの鳴き声あんまり聞いてないんだけどなって前にさ、なんかちらっと言ったと思うんだけどさ、誰からも賛同得られなかったけどさ、確かにその後ね、なんか桜並木の先にある杉薬局に行くときに、まあセミの声聞こえたんでね、あれは嘘だった。みんなが賛同してくれないわけだと思ったんだけど、でもやっぱりほら、家にいてセミの鳴き声が聞こえてくるっていうのがね、やっぱりないんでね、なんかセミの鳴き声聞こえてこないようなことしと思ってたんだけど、なんかやっぱりね、私だけじゃないみたいなんだよね。他でも今年はなんかセミの声が聞こえないっていうのはあるらしくって、なんだ、気のせいじゃなかったんだと思ったんだよね。で、ほら、秋に近くなってくると、今度はセミの鳴き声が変わってさ、まあ種類が変わるんだと思うんだけどさ、ね、なんかその鳴き声を聞くと、秋になるんだな、なんてふうに思うんだけど、今だからセミの鳴き声聞いてないからさ、なんか変わっててもわかんないんだよね。なんかセミの鳴き声が、ようやく今日は聞こえたぞぐらいな感じなんで、なんかどっちだったっけみたいな感じで、あんまり季節感がない感じだな。ピヨンさん、台風のルートおかしない？沖縄通らなくなってるね。そうなんだね。てんたまさん、ピヨンさん、秋味も美味しいですね。そうなんだね。どんな味なんだ？どう味が違うんだろうか。栗の味でもするのかな。ピヨンさん、てんたまさん、そうなの。でも、売ってるところ少ないのよ。そうなのね。なんか限定品かなんかなのかな。ピヨンさん、セミがそこら中で死んでるわ。秋だな。そっか。ね、死んでると、そうだね。もう、やめて、今年は。もうね、セミは終わったんだっていう感じだもんな。確かに、セミの死骸は、ちらっとは見かけたかな。のーってなるもんで、歩いてる時にね、なんか足を踏み出そうとした先にセミがいて、を踏んづけるとこだったら危ねえみたいな感じでね、そういうことがあるかな、ちょいちょいな。てんたまさん。今回の台風は太平洋側から直撃してくるので、破壊力ありそうですな。あらてんたまさん、台風、大阪直撃予報が名古屋直撃予報に13日の朝にどうなっているか。13日今何日私のカレンダーでは今日は23日だけど、世間的には今日って何日わかんないな。時空、の感覚がようわからなくなってきたよ。で、てんたまさん、28日でした。28日、水曜日の朝にどうなってるのか。28日は仕事だ。お客さん来る日だな。お客さんが来れんのかいみたいな日だな。ピヨンさん、私の仕事柄台風が接近すると
会社に、詰めなきゃならないので、気が気じゃないわ。あ、そうなんだ。田んぼみたいなもんなんだな。そしたらな、じいちゃんの田んぼみたいな会社なんだな。てんたまさん、水曜日の朝で水曜日な。水曜日はまあ、そもそも出かけらんないから、まあいいや。まあいいやって感じだな。てんたまさん、大阪直撃なら火曜日の夜ですね。火曜日の夜ね、そう、火曜日からなんか天気悪いみたいな予報はずっと変わってないのでね。まあ、火水木は出かけらんねえだろうなっていうところで。だから月曜日のうちに出かけるのか、それとも去ってからね、金曜日に出かけるのかみたいなね、ところでどうしようかなみたいなね、感覚なわけでございますよ。で、今日は何もしなかったっていうのが、ね、昨日出かけて、で、ちょっと、お休みしようと。ちょっと休もうみたいな感じでね、動画編集は、今日はちょっと休もうみたいな、感じで、動画の編集はしてなかったかなっていうね、感じで、今日は、金曜日な。金曜日で、ゴミ出しはなくて、洗濯はしたな。で、農協に行ったんだけど、今日はね、ピーマンとナスかなと、ささげと、おかわかめあったっけなみたいな感じだったかな。まあ、そう、ゴーヤあった、ゴーヤ。ゴーヤがやっぱりね、一番あれなんだろうな、旬なんだろうなっていう感じで。今日はゴーヤがね、だから前だったらきゅうりが100円だったみたいな感覚で、ゴーヤが100円みたいな感じでね、ゴーヤはいいっすみたいで。で、あとはささげも150円だし、ナスも150円だし。で、まあ、ピーマンは100円なんでね、まあ、いつもどうしようかなとは思うんだけど、なんかまあ、ピーマンの気分だった時は買ってもいいかなと思うんだけどさ、なんかね、いやいや少ないような気がするんだよね。あと1個多く入ってればなんか買おうかなっていう気がするんだけど、なんかちょっと微妙に少ない感じがして、だからどうしても食べたい時だったら、まあ買うんだけど、そうでもなかったら、まあいいかみたいなところでね、なんかあんまりピーマンにはね、手が伸びないんだよねって感じ。だからピーマン自体はさ、こんなだからさ、ね、それなりに傘あるように見た目的にはするけどさ、あれなんか空洞だからさ、食べられるところってそんなないじゃん。そうするとさ、お腹いっぱいにならないんでね、お腹いっぱいにならないのに、この量で100円かと思うと、なんかちょっと微妙だなって、またね、ジャッジして、今日もね、買えずじまいで、帰ってきましたよっていう感じかな。と、ぴょんさん、休むの大事よ。そうそう。体は素直。そう。体が一番大事だからな。てんたまさん、ゴーヤ100円安い。そうだと思う。そうだと思う。ゴーヤは安いんで。こちらは200円。あ、そうなのね。まあ確かにスーパーで普通にゴーヤを買おうとしたら、多分そんくらいの金額で売ってんじゃないのかなと思うんだよね。ただこっちほら、スーパーでゴーヤ売ってるスーパーないっていうか、近所にないっていうか、私が見てないだけだとは思うんだけど、目の前のマイバスにはさ、ゴーヤはないんでね。だからもしゴーヤ売ってたら、そんくらいの金額だったかもしれないんだけど、売ってないからさ。でもまあね、安いんだろうけど、ゴーヤはいいっす。って感じで、スルーだな。ピヨンさん、ピーマンの輪切りって難しいそうだね。ピーマンの輪切りは難しいな。この前、古屋さん行った時にさ、なんか無農薬野菜を自分の畑で育ててるっぽかったんだけど、それを売ってるっぽかったんだけど、それに種なしピーマンっていうのがあって、で、それを試しに買ってみたわけよね。そしたらね、本当に種なしなんで、そうするとあれ本当にもうこう、ただ切るだけなんで、それだったらまあね、楽かなって思うよね。普通のピーマンだとさ、
中に綿がね、たっぷり入ってるからな。それも切ろうとするとね、ぐちゃってなっちゃうから。それないんでね、すげえ楽そうな感じだったけど、まあ、ピーマンの輪切りってさ、ピザに乗っけるときぐらいしかやんないでしょっていう感じなんでね。まあ結局普通に種があろうとなかろうと関係なくいつも通り乱切りにして、なんか食べた気が、そうだ、カレーに入れたんだな。カレーに入れて食べた気がするな。ねえ、てったわさん、ピーマンの輪切りはナポリタンに欠かせませんね。そっか、ナポリタンもあったか。だからちょこっとだけじゃん。ちょこっとだけだからね。そんなにピーマンは輪切りにすることないよね。ねえ、カニタンさん、ジャスティス、こんばんは。ボンソは本日もしぶとくやっておりますよ。てんたまさん、カニタンさん、こんばんは。まいさん、こんばんは。ボンソは。てんたまさん、まいさん、こんばんは。ピザに乗っけますね。そうそうそう。ピザぐらいしか、思い浮かばなかった。ナポリタンあったか、そっか。じゃあ、ナポリタンとピーマンぐらいじゃない。ピーマンじゃねえや。ピーマンにピーマンの輪切り乗っけてどうすんだろうな。どんだけピーマンなのって感じよね。ピザとナポリタンぐらいじゃないですか。あと、ピーマンの輪切り乗っけるシーンがあったら教えてください。ねカギタンさん、トマト味にピーマンめっちゃ合うよね。そうだよね。だからナポリタンかピザぐらいじゃん。ねピーマンの輪切りってさ、あって思うんだけど、気のせいですかね。トマト味、あと何があるそんくらいだよね。そんくらいだけど、ただまあ、そんだけ、ピザとナポリタンを食べる頻度が多いよみたいな、そういうことかね。あとは、何の話したらいいかな。あとは、この前ね、普通郵便で送ったやつね、にゃんこの可愛い封筒で送ってあげたらさ、で、郵便局行ったんだよね。そしたら、郵便局員さんもさ、可愛いですねって言って、なんかめっちゃ癒されててさ、そうかと思って、ただね、送って受け取る人が、まあ、喜ぶかどうかっていうだけじゃなくて、それに携わるね、郵便局員さんも、可愛いの使うとね、癒されるんだなって思ったら、これはいいなと思ってね。だから普通郵便はどうしようかなと思ってたんだけどさ、もうこれからは全部ね、U パケットポストミニにしようと思ってたんだけど、なんかそれはそれでな、なんか可愛い封筒を使うと結構ね、その道すがらっていうの到着するまでの間ね、なんだ、触れる人が喜ぶんだなと思ったら、なんかそれはいいなと思って、で、受け取った人もね、今日その受け取りのさ、連絡があったんだけど、なんか猫の可愛い封筒で、ありがとうございました。私も猫好きなので嬉しかったですとかってね、書いてくれてて、なんか、そうだったんだと思ってさ、たまたまそのね、猫の封筒をね、取っといたから1個だけ残ってたんだけど、まあそれしかなかったんでね、封筒、ね、いや、使っちゃえと思って使ったんだけど、だったらね、なんかそんな喜んでもらえたんでさ、いろいろと、なんか、いいなと思って、だから今度ちょっとね、覚えといて、猫の封筒な、可愛いの見つけたら、ちょっと買いたいなと思うんだけど、普段使ってないからね、多分忘れて思い出さないと思うんだよね。ほぼ文房具部門に足を踏み入れることはないんでさ。まあ今までその封筒、茶封筒でね、まあ A4 サイズ、まあ A4 サイズだったらさ、コンビニとかで売ってんだけど、B5 サイズっていうの一回り小さいさ。それだとね、文房具屋さんに行かないとないんで、それをわざわざ買いに行ったりとかしてたんだよね。だから今、100均で売ってるらしいってことをさ、知ったんで、まあ、100均で見つけたらついでにね、100均で買ってくることもあるんだけどさ、まあそんな感じで文房具屋さんに行くってことはないんで、しかもほら、手紙書いたりとかさ、
ね、そういう習慣がないんでさ、そのコーナーに足踏み入れることがないんで、多分忘れてしまうんじゃないのかなと思うんだけど、なんか可愛い猫の封筒があったら、ちょっと入手しておきたいなと、思いましたよっていうね、感じです。ーっと、てんたまさん、ピーマンはバーベキューの時丸焼きにするとジューシーで美味しいです。ただあれじゃない、バーベキューだと火力強いから、あれなんだっけ、パプリカでやったらいいんじゃないの。なんかね、パプリカは丸焼きにして、なんか真っ黒にして、で、焦げたところを剥いて食べると、なんか美味しいらしいよな。カニタンさん、種まで食べるんですね。なるほどね。そういうことだね。確かに種食べられるらしいもんね。なんか一回やったかな、やろうと思ってやんなかったかな。なんかあんまり食べた記憶がないんで、わかんないんだけど、種食べられるんだ、知らなかったと思って、なんかピーマンの丸ごとおひたしみたいのがあって、それをなんかやったことあるような、どうだったかな、みたいな感じで、種まで食べられるんだなっていうことは知ってたけど、それを食べたかどうかっていう記憶がね、ないんで、やってないのかもしれないな、もしかしたらな。てんたまさん、種も美味しくいただけますね。そうらしいよな。カニタンさん、今度やってみます。バーベキューをやるんだね。いいね。一人だと忙しくてバーベキューってできないんだなっての覚えたからな、私はな。てんたまさん、フリマの商品って女性は可愛い封筒で送ってきてくれたりしますよね。やっぱりそうなんだ。ね、そう、送られてくるときは、と思ってね、ちょっと嬉しい気持ちになるよね。で、今までそんなさ、忘れてたからさ、ね、いざ自分がやってみたらね、そんな反応があったんで、そうかと思ってね、ちょっと可愛い封筒はあった方がいいかもみたいな。だからほら、封筒だけ使っちゃうね、レターセットっていうの。ね、昔はさ、よく、手紙やり取りっていうのかな、したりとかするんで、手紙やり取りっていうか写真だよね。前はさ、ほら、スマホじゃなくてさ、スマホなんかなかったから、写真撮ってプリントアウトして、で、それをさ、写ってる人に配るみたいなさ、そういう習慣があったじゃんか。で、その時に入れるのが封筒でね、なんかその時に封筒が必要だったから、で、可愛い封筒が入ってる、レターセットっていうのを買ってね、で、結局、その便箋は1枚ぐらい、なんか添えてね、いついつの、撮った写真ですみたいなね、なんか一言添えて、で、写真と一緒に封筒に入れてみたいな感じなんで、封筒じゃない、便箋か。便箋は残っちゃうんだよね。封筒だけ使っちゃうんだよね。なのでさ、封筒だけなくってな。だから次は封筒別にね、入ればいいんだから、なんか無地の封筒かなんか買うかって思ってたわけや。その普通郵便にしたからさ。だけど、そっか、こういうのがあるんだよねって思って。だったらね、もうどうせ同じ作業をするんだったらさ、ちょっとでもね、人に喜ばれるんであれば、こっちのがいいもんね、と思って、なのでね、なんかかわいい封筒なんか探すとないんだよね。たまたまね、何の気なしに寄ったお店で見つけたりとかしてさ、買ってきて、で、そういうのがうちにあったりとかだったけどさ、ね、いざそれを求めていくとね、なんかなかったりとかするんだよね、こういうのってね。てんたまさん、カニタンさん、水分が閉じ込められて、ジューシーに焼き上がるので、美味しいですよ。美味しいだろうな。美味しいよな。なんで子供の時ってピーマン食べられなかったんだろうって本当思うけどさ、子供の時はピーマン嫌いだったけどさ、もう大人になってからピーマンはもう大好きだよな。うまいよな。てんたまさん、電子レンジでできるピーマンのおひたしレシピもありますね。そうなんだね。
私、ピーマンは、あれかな、細木数子かなんかがやってたのかな。とろろ昆布とめんつゆでね、さっと煮ると、なんかね、ピーマンのおひたしが美味しいんだよねっていう感じ。ピヨンさん、ピーマンと魚肉ソーセージ炒め好き。あ、そうなんだ。魚肉ソーセージか。もうほんと子供の時以来食べてないな、魚肉ソーセージってな。ピヨンさん、ピヨンさんじゃない、カニタンさん。ガスコンロのグリルで焼いてみます。おー、なるほどな。それはありだな。てんたまさん、学生時代引っ越した同級生と、レポート用紙20枚とか30枚の手紙、やり取りをしてました。作家が本当だね。手紙、レポート用紙2、30枚って、入るのか、封筒に別に入れてるわけじゃないのか、やり取りしてたってだけね、それ封筒には入んないもんね、だってね。まあ、封筒ってあれか、あと A4 サイズの、A4 サイズのに入れて、ね、持ち込みする的な感じでやり取りしてたんかな。すごいな。そんだけ話す内容があったっていうことだよね。そう、昔はさ、交換日記ってあったじゃんか。交換日記の時から、まあ、あんまり、でもすげえ書いてた。何を書いてたのかさっぱり、ね、見当もつかないんだけど、その当時はめっちゃくちゃ書いた。だからね、そのページ数を競ってたわけよね。もうこんなに書くやついねえだろうっていうのの頂点を行きたくて。なんていうの、そういうの、負けず嫌いか。負けず嫌いなんでな。なんか、誰もやらなそうなことをやりたくて。だから、なんか、交換日記っていうものを、まあ、ほぼやってないつもりだけれども、やってたのかな。そんなエピソードがあるってことはな。で、なんかね、枚数を、ページ数を競ってたかなっていうね、感じ。あとは、初中見舞いを一人に3回ぐらい送ったり。なんかね、アホなことやってたかなっていうね、感じだったな、学生時代な。てんたまさん、魚肉ソーセージは炒めると美味しいですよね。あ、確かにね。なんかそのまま食べると、たまに食べるとさ、すげえうまいなと思うんだけど、なんかあっという間に飽きるんだよね。確かに炒めたのは美味しそうだよね。それこそあれじゃない。ナポリタンの中に入ってなかったっけ？違う？てんたまさん、一回り大きめの封筒に入れて送ってました。送るんだ。すげえ、そっか、引っ越した友達と、やりとりしてたんだから、そうだよね。送るよね、そうだよね。へえ、入るんだね。何を書いて、何を書いたら2、30万になるんだろうな。交換日記の頂点、そうそう。もうね、なんか、誰もこんなんしないだろうっていうのをね、極めたい欲な。これ何なんだろう。てんたまさん、初中見舞い3回はビビる。そうそう。送られてきた人が、また来たよ、みたいなね、感じだったみたいだけどね。まあ、それを狙ってたんだけど。それを狙ってたんだけど。また来たのみたいなね。これ返すのみたいな感じだったみたいだね。ピョンさん、九段下の駅を降りて坂道を。そっか、九段下もあそこも坂だったっけね。そんな名前な駅なだけあってな。東京はそうなんだよ。だからぐにゃぐにゃじゃんか。なんか今日ちらっと見た YouTube で、なんか外国人と日本人のコンビみたいなね、いい人なんだけど、で、日本がやばいみたいな感じの
動画だからちょっと見てみたんだよね。でね、京都とか大阪とかは結構、マス目なのかななんだけど、東京ってぐちゃぐちゃじゃんっていうので、だからまあカオスになっても仕方ねえみたいな、なんかそんな話だったかな。わかんないけど、あ、そうなのかと思って、私も確かにほら、京都奈良はさ、修学旅行で行ったことがあるから、だから京都はなんかね、マス目だなって思ったわけ。だから迷っちゃうなって私は思ったわけね。どこ行っても同じような景色。だからここ来た気がすると思ったら、なんか来てないところだったり、ね、なんか景色とかが一緒っていうのかな。なんか覚えようがなくって、で、迷っちゃって。でね、こういうマス目のところは私ダメだなって思ったんだけど、大阪もそうなのかと思ってさ、なんかね、京都とか大阪とか、あと福岡だったっけとかもなんかね、マス目だから分かりやすいんだけど、東京はぐにゃぐにゃだから、みたいな話をしててさ、あ、そうなのね、なんて思って。ね、ここいら一帯はほんとぐにゃぐにゃなんだけどさ、そっか、東京全体ぐにゃぐにゃっていう印象なんだなって、それでね、分かりましたっていう話でございます。天玉さん、武道館行ってみたかったな。もうお亡くなりになる予定。お亡くなりになる予定ですかね。じゃあ、死ぬ前に行ってみてください。九段したな。私も、武道館に行く用事がないからさ、そういうコンサート行ったりとかしないんでさ、全然知らなかったんだけど、ただほら、この前の、なんだっけ、ボート乗りに行ったとこ、千鳥ヶ淵か。千鳥ヶ淵に、行く時だったっけ違うかな靖国神社行く時だったっけな。だから、九段下自体がほぼ使うことはないんだよね。で、前、写真屋さんで働いてた本社が九段下だったかな。で、まあ、行ったことなくはないんだけど、数回は行ったことあるんだけどね。で、その時に通った公園っていうのかなが、なんかね、武道館だったみたいだからさ、これが武道館なのか、なんて思って、で、なんか、大きな玉ねぎがなんちゃらとかっていうさ、歌なかったっけなんか、どこがどこが玉ねぎなんだみたいなね。わかんなかったんだよね。ぴょんさん。屋根の上に光る玉ねぎ。あ、そっか、光るのか。じゃあ、なんか、ちっちゃいのかな私は黒柳徹子の頭的な感じでね、なんか玉ねぎの建物をイメージしてたからさ、って思ったんだけど、違うんだな。なんかちっちゃいのなんかついてんだな、きっと屋根にな。それが光るんだな。てったまさん、両国国技館とか、後楽園ホールにも行ってみたかった。あ、そうなんだ。じゃあ、お亡くなりになる前にぜひ。ついでに。まあ、全部ね、狭いから、ね、東京狭いからさ、行けるから一日でな。だって、1時間もあればそれ全部回れんじゃんっていう感じだよな。両国国技館も、まあ、両国でしょ。で、後楽園もね、ちょっとでしょ。ちょっと行って。で、武道館めんどくさいけど、乗り換えて。で、ちょっと行ってって感じだな。なんか近所のおばさんだかなんか家族と話してるような感じだ。ピョンさん、大きな栗の、木の下でじゃないから、あ、そっか。それとごっちゃになってたんだな。だからどこが玉ねぎなんだろうなと思ってたけど、ね、違ったんだな。てんたまさん。推しのアーティストとか格闘技選手とか、もういないので、行くことはないかなと。そうそうそう。だからそういうのないとさ、全然行く機会ないじゃんか。もしくは自分が、催す。
自分がな、そうめんオフ会を、国技館ね、両国技館じゃないか、武道館でね、催すっていうことであれば、まあ、行くかもしれないっていう感じかな。両国国技館は、株のね、新春セミナー新春セミナーが確か毎年だったかな。両国国技館でやるんで、それで行ったかな。だから結構ね、株の、あれだ、セミナーで行ってるな、その後楽園ホール。後楽園ホールとかも。ただあれか、東京ドームの中には入ったことないのかな。東京ドームの中には入ったことないんだけど、周りにセミナールームっていうのかな、があるんで、で、まあそこには行ったことあるけどっていう感じかな。そっか、私東京ドームの中には入ったことないんだな、多分な。おそらく。ないと思う。記憶にない。えーっと、カニタンさん、てんたまさん、プロレスファンですか？でもね、なんか男性は99%プロレスは見てると思うっていう話だったかな。100%だったかな。99%だったかな。どっちだったかな。忘れたけど、なんか前にね、ファミレスで働いてた、同僚がそんなことを言ってて、で、そうなのと思って。だからそれを言い出した、まあ、男の子なんだけど、が、全然そんなプロレスなんかをさ、見てそうな感じじゃない子が言ってたんで、そうなのと思って。で、ほら、うちは弟がいるけど、弟がさ、まあ、母親と暮らしてるんでね。で、母親がテレビ占領してるじゃんか。で、母親はプロレス見ないからさ、なんか弟がプロレス見るかっていうのは全然ね、さっぱり、なんだろう、思いつかなかったんだけど、だからこの家でね、まあ、父親と弟とプロレス見てたみたいなんで、で、まあ、父親は確かにプロレス見てたなっていう記憶があるんでね、それ考えると、なるほど、そうかと思って、本当そうかもしれないと思って、なんか、男子、男は100%つってたかな、プロレスは見てるよって、なんかね、まあ、やるやらない好き嫌いは、まあ、関係なく100%だったかな。なんか見てると思うって、これ、そうなんだなって思って、それから気になってさ、ちょっと男性の行動をさ、チェックするようになったんだけど、で、そのな、結婚した人も、全然その、なんだ、付き合ってる間にプロレスの話とかはなかったんで、全くね、なんか、ね、プロレスを見てるっていう感じは知らんかったけれども、ただね、私の友達が、プロレス関係の人と知り合いでね、なんかそのプロレスの人の名前が出てきたわけよ。誰々がまあ親戚でみたいな話をし始めたときに、なんかね、プロレスの話で盛り上がったんで、そうなんだ、知ってるっていうことはやっぱり見てるんだなぁなんて思って、本当だってね、思ったっていうのがありますね。だから男性はプロレスはね、ファンかどうかはともかくとして、みんな見てるって思った方のがね、なんかいいみたいだな。ねえ、てんたまさん、カニタンさんは昔はプロレス好きでしたよ。カニタンさん、昔はプロレス好きでしたよ。東京ドームには行きましたね。そうなんだ。へえ。フィオンさん、ザ・アルフィーは40年連続で武道館やってます。すげえな。フィオンさん、東京ドームの、こけら落としもザ・アルフィーでした。へえ、そうなんだ。てんたまさん、レスラーに憧れて、怪しげな通販グッズを確かに、いろんなグッズあるよな。で、体を鍛えてました。なるほどな。そうだよな。大概そういうものを買うような男性はな。カイニタンさん、爆笑ね。なんか、メニュー浮かぶ。メニュー浮かぶ感じな。まだゆりたん、カリカリ残ってんじゃん、今日ね。奥に行っちゃってな。私がゆりたんのお尻に執着してるから、もうゆりたん逃げちゃうな。
てったまさん、アルフィーすごいですよね。ほんとすごいよな。カリタンさん、東京ドームはお散歩コースですが、へえ、そのアルフィーは知らなかったね。アルフィー知らなかったよね。フィオンさん、高見沢、俊彦が、古舘一郎の自宅で、プロレスごっこをしてたら、古舘の奥さんが起きてきて、女と抱き合ってるとか家で堂々とやらないでくれるって感じだね。ペンタマさん、ピオンさん、それは面白いな。ね、プロレスごっこするんだって感じだよね、あの人がね。ペンタマさん、高見沢さんと抱き合ってたら一瞬そう思いますよね。そりゃ思うよな。もう家でやんないでよって思うよね。いや、びっくりしただろうな、奥さんな。うん、そうで、今日はさっき、なんかショート動画でさ、なんか素顔だと誰だかわからない芸能人とかっていうのがあって、で、それの、まあ、サムネっていうのかな、が、ダルビッシュ、ゴールデンボンバーのさ、ダルビッシュだったわけよね。私、あの人の素顔知らなかったからさ、まあ、素顔の方がイケメンだっていうのは聞いてたんだけど、あ、これこの人なんだと思って、あ、そうなんだと思ってさ。で、それ見たんだよね。で、高見沢さんはあったかな、なかったかな、どうだったかな、忘れちゃったんだけどさ。で、まあ、大概、もうさ、ダルビッシュみたいに思いっきりね、顔塗っちゃってる人はさ、そりゃわかんねえよって感じだったんだけど、まあ、デーモンとか、デーモン閣下とかさ、あとなんだっけ、鉄拳とかさ、そりゃさ、そりゃわかんねえよ。そりゃあね、すっぴんであったら誰だかわかんねえよと思うんだけどさ、あとはまあ女性のまあアーティストとか、なんか女優さんかな、なんかあまりにもすっぴんとね、メイクした顔と違う人は、まあネタ的にね、確かにわかんないかもみたいな感じなんだけどさ、それで、マツコがいたんだよね。まあ確かにマツコね、わかんなそうとは思ったんだけど、でもマツコの素顔見たら、いや、マツコはマツコだなと思って、これは結構わかるなと思ったんだよね。だからもう全然ほら、服装違うから、ね、わかんなそうだけど、まあ確かに一瞬はわからないと思うけど、マツコはわかるなって感じだったんだよね。だから意外だなと思って、あ、結構わかるなと思って。で、あと、誰だったっけな。なんか高見沢さんだったっけな、っぽい感じの人だったんだよね。いや、これはわかるよ。これはわかるけどっていう人いたんだけどな。なんか高見沢さんだったかなと思うんだけどね。なんかそんな感じの人が、それの動画に一人いたなと思って。いや、それよりもさ、笑ったっていうかさ、本当だって思ったのがさ、タモリの素顔がさ、本当誰だかわかんねえっていうかさ、いや、それはそうだよねって思うぐらいわかんなくてさ、誰だったかな、誰かが、料理を、ご馳走してやるからって言って、で、タモリの家に、招かれて、で、約束の時間に行って、で、なんかね、料理が出てきたらしいんだよね。ただ、タモリに会ってないから、で、その料理出してきた人が、なんか誰だかわかんなかったらしいんだよね。で、ほら、タモリ、すっとなんかね、なんかちょっと料理名言って、消えるみたいな感じなんで、なんかそれがタモリだとは分かんなかったらしいんだよね。で、一向にタモリが出てこないので、なんか、あれ、タモリさんはみたいな感じでいて、あーって、あれもしかしてひょっとしてと思って、なんか最後まで分かんなかったけど、あれと思ってずっとタモリさんいたのみたいな。なんかそんなね、トーク番組をね、見たことがあったんだけど、ほんとね、
いや、これわかんない。これはわかんないよって感じだったんで、びっくりしたね。意外だったね。ほら、なんだ、七三みたいにしてるじゃんか。その笑っていいと思うの時の、印象しかないんでわかんないんだけどさ、タモリさんは、なんかほら、固めてんじゃん、髪の毛をさ。だからね、まさかの天パだとは思わなくて、天パなのと思ってさ。だから、あれ固めてないと髪の毛もじゃもじゃなんだよね。もじゃもじゃだからさ。でね、メガネしてるからさ。ね、わかんないんだよね。それはわかんないわ、みたいなね、いう感じだったかな。あとは何の話したらいいんだっけ。あとは何の話があったかな。東京ドーム、プロレス、格闘技、えーっと、天玉さん、タモリさんらしいですね。ね、そう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 。何の挨拶もなくね、何の挨拶もなく、なんか突然料理出てきて、でね、しょうがないから黙々と食べて、いつタモリさん来んのかななんて思って、全然一向に出てこなくておかしいなと思って、あーってなったらしいね。確かにな、そうなりそうって思ったんだよね、その時ね。ヒロさん、藤子さん、ライブ楽しい。おかげで、また飲み始めました。よかったよ。喜んでもらえてな。私にできることって何にもないから。何にもないからね。っていう感じよね。そうね、今日食べた食べ物は何ですかね。えっと、昨日ね、そう、昨日出かけた話をすればよかったのか。昨日は、犬吠埼に行ってきたわけ。昨日、犬吠埼、銚子か。銚子に行ってきたんだけど、いやー、参ったね。参ったね。一個もミッション達成できず終了したんだよ。嘘だろうって感じだったな。昨日は一個もミッション達成できず、そしてまたね、ギリギリだった。ギリギリだって危なかったな。いや、帰ってこれてよかったっていうね、旅でした。参ったな、これ旅だったね。もうミッション一個も達成できないんだもん。もう、ほんとなんだ、なんかね、全然不発、なんだろう、もう達成感なしで、ただ帰るっていう。っていう感じだったな。で、たまさん、明日、ドリー・ファンクが83歳にして、電流爆破、地雷デスマッチのリングに上がるけど大丈夫かな。ダメでしょ。なんだろうな。外人ってことでいいんだよね。日本人じゃないよね。外人さんってなんだろう。自分の年のことあんまり分かってないのかな。それとも、やっぱりね、その自分がその年になってみると、ね、理解できることなのかどうなのか分かんないけどさ。ほら、自分ってずっとなんか年取ってない感じするじゃん。自分は自分でずっといるからさ。なんかね、ずっと年取ってないようなさ、気分でいるからさ。ね、なんか猫もよくそれでね、高いとこから飛び降りて骨折しちゃうみたいなことがあるんで、まあそういう感じなのかなとは思うんだけどさ、なんか結構外人さんってそういうさ、もうヨボヨボのじいさんになってもさ、まあバイバイデンにしてもそうだけどさ、バイバイデンにしてもそうだけどさ、なんかね、自分もうやばいんじゃないっていう感覚ないんだなと思って、ずーっとその、なんだ、現役のね、つもりで、ね、ステージとか立ってるよなと思ってさ、なんかすげえなって思うんだけど、ね、だから本当に健康で、ね、で、そんな年齢とか別にね、なんか感じないよっていうことなのか、それともね、ほら、
トランプの時もさ、俺は撃たれても平気だぜみたいにさ、なんか強気に見せるじゃんか、外人さんって。だからまあそういうことでやるのか、まあ知らんけどさ、引退っていう文字がないよね。外人さんってね、って思うんだけどな。ピノンさん、世界東大100選、そう、だから本当はね、東大に乗った方が良かったんだろうけど、ただ他のミッションこなせてたら、まあそりゃ東大も乗ったと思うんだけどさ、なんか何にもミッションこなせてなくて、で、自分のミッションの中に東大ね、乗るっていう、ミッションが入ってなかったので、だから他のミッション達成できてないのに余計なことできるかみたいな。なんかそんな感覚でね、なんか東大、まあ無料だったら行くんだけど、有料なのにさ、だから他の自分の達成したいミッションの方にお金を回したいのにさ、そこで使っちゃったらね、ミッション達成できなくなるかもしれないと思ったらさ、なんかちょっとここでは今まだ使えないみたいな感覚になって、結局東大には登んなかったんだよね。今地図で見たら、その東大があるところが日本の中で一番東みたいなんだよね。で、その東大の下が遊歩道みたいになっているので、じゃあこの遊歩道のこうなってるところ行けば日本で一番東に行けるかなと思って、まあ遊歩道は通ったんだけど。まあそんな感じね。だから一応行ける範囲での、日本の中での一番東には行ったんかな、みたいな。日本っていうかあれか、本州か。本州の中での一番東には行けたんかなと思うんだけど、だから達成できたのはそれだけ。それだけかな。まあ、そうは言ってもね、銚子電鉄だっけ。銚子電鉄には結局、乗ったからね、その東大行くにはそれ乗らないといけなくて、まあ乗ったんでね、まあそれ乗ったっていうことをね、なんかミッションと考えれば、まあ達成できたといえば達成できたんだけど、その犬吠埼に行くっていうね、ミッションは達成できたんで、まあ、ゼロとは言わないけどさ、ゼロとは言わないけど、まあね、その銚子に行ったら鮮魚を食べたかったわけ。鮮魚達成ならず。で、があるから、海に入りたかったわけよ。だけど、海に入るミッションも達成ならず。で、なんか温泉があるらしかったんだよね。なんか、銚子温泉だかなんだかわかんないけど、温泉で、なんか足湯もあったんでね。で、足湯から海見えるらしかったんで、だからまあ最悪足湯、まあ余裕があれば温泉と思ってたんだけど、どっちも達成ならず、はい終了。なんだよ、みたいなね、感じだったんで、昨日はね。結局、昨日も鮮魚。銚子まで行ってよ。鮮魚食べられないってあり得る。こんな海目の前にあるのにさ、また海入れないの。だからこの前沼津行って海入れなかったじゃん。だからだから沼津は予感してたわけよ。まあ、ここはもしかしたら、その海岸、がないから、海には入れないかもしれないなと思って予感してたんで、まあ、そこはいいかと思ったんだけどさ、ただね、その犬吠埼の方はさ、ね、海岸、砂浜あるからさ、まあ、それはいけんだろうと思ったけど、だから最悪、もう鮮魚食べれないんだったら海だけはと思ったのに、それも達成できずでね、もうね、言った意味あったみたいな、そんな感じ。クータがかわいい。クータかわいいな、お尻がな、寝てるけどさ。ぴょんさん、私の名前はマイクです。
友達から外人って呼ばれてます。バイサンドウィッチマン。あ、そんなネタあった。そんなネタあったんだね。外人って呼ぶんだ。友達なのに外人って呼ぶんだね。たまさん、鮮魚食べられないのは残念すぎる。そうなんだよ。お店がほとんどないわけ。マックすら潰れちゃってるわけね。だから飲食店っていうものがまあなくてさ。で、その電車のさ、本数もないわけよ。だから結局ね、その銚子で、できれば銚子に行ったから銚子でなんか食べれればと思って、うろついたんだけど、何にもなかったっけ。何にもなくて、こりゃダメだと思って、じゃあもうさっさと移動しようと思って、で、まあでも電車もさ、1時間に1本とかしかないから、それに乗るしかないじゃんか。それで行ったらもうランチタイムは過ぎてるんで、営業終了してて、はい、終了っていう状態だったんで。いやー、もう悲しすぎるよ。だから、油坊主と伊達巻きを食べたかったわけよ。油坊主っていうのを食べてみたいなっていうのと、伊達巻きを食べてみたいなって思ってたのに、もう一個も達成できずに、またかと思ってさ、またかと思ってね、ちょっとショックでしたっていうわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、突然始まるアファメーションタイム。この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。いきますよ。せーの。よかった。よかった。よかった。はい。もう次こそ絶対鮮魚食べてやる。今日さ、油坊主は食べすぎるとお腹壊すらしいわ。そうなんだね。まあ、うまいかどうかもわかんなかったんだけどね。てたまさん、よりさんが可愛くてよかった。ゆりさんでした。ゆりさんね、ゆりさんそこにいるな。ふうたのお尻の後ろにいるな。というわけで、本日も、お付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。